どうもいつもお世話になっております。ムケマルです。今回は極グラシャラボラス透滅戦の解説動画になります。はじめに、この動画は早期攻略動画のため、最適解ではない可能性があることをご了承ください。ギミックの説明は、流れを把握しやすいようにこのような図解を交えながら進めていきます。それではよろしくお願いします。オーバーブースト。ボスの左右に表示される青い玉の数を見て、後に来る攻撃を判断します。玉が4個ならペア後回り。玉が8個なら3回です。今回は玉が4個なのでペア後回りと覚えておきます。ブーステッドエクスプレスまたはバキューム。ノックバックか引き寄せのどちらかが来ます。今回はエクスプレスなのでノックバック。ノックバックの後、青い魔法陣から直線ビームが来ます。ここの判断ポイントは魔法陣の高さを見ることです。魔法陣は上段か下段。光っている高さにビームが来ます。なので今回は上段の魔法陣ラインに移動すれば OK。避けた直後、先ほど予告されてたペア後回りが来ます。オーバーブースト。ペア後回りまたは3回の予告です。今回は先ほど来ていなかった3回予告です。ブーステッドエクスプレス、バキューム。これも今回は先に来ていなかったバキュームです。ボスがいかにも吸い込みそうなので、障害物に隠れて引き寄せられないようにしましょう。そしてその後、予告されていた3回が来ます。アンリミテッドエクスプレス。全体攻撃と同時に車両が変わります。軽減をしましょう。オーバーブースト。ペア後回りまたは3回の予告です。今回は弾が8個なので3回からです。炊飯器出撃。フィールド左右にタレットが出現します。光ってるタレットから側面ビームが来るので、障害物を利用して回避します。青い魔法陣が出たらエクスプレス。ノックバックの後前方の魔法陣から直線ビームが来ます。処理の順番は、横のビームを障害物で回避してから、すぐに上段にある魔法陣のラインに行きます。青い魔法陣が見えたからといって焦って移動しない。側面ビームの着弾を待つのがポイントです。そしてこの後予告されていた3回をします。オーバーブースト。今回は先ほど来ていない方のペア後回り予告です。タレットから側面ビームが来ます。サンダーバースト。タンク2人に強攻撃が来ます。タレットから側面ビームが来ます。すぐに先ほど来ていない方のバキュームが来ます。処理の順番は、側面ビームを回避してから吸い込まれないように障害物を利用しましょう。そして予告されていたペア後回りが来ます。この後も出てきますが、ペア後回りまたは3回は、ノックバックまたは引き寄せの後にセットと覚えましょう。アンリミテッドエクスプレス。全体攻撃と同時に車両が変わります。軽減をしましょう。2分バーストのタイミングです。基本ここで打っていいと思います。サンダーバースト。タンク2人に強攻撃が来ます。果てしなき暴走。異空間に吸い込まれ、フィールドが変わります。ここの考えるポイントは2つだけです。このフェーズでは、外周の内側と外側それぞれに列車が走っています。なので予兆も同時に2種類来ます。ここを切り分けて見ていきましょう。まず1つ目。タンクについているこの予兆マーク。これは、内側を走っている列車から扇ハンニが飛んでくる合図です。なのでタンクは、その扇ハンニを外周側に出し、中央は必ず分けましょう。次にもう一つの予兆。中央で爆発しているこちら。これは、外側を走っている列車からの攻撃です。この外側列車は、33後回りか、ランダム3人に円範囲をしてきます。ここで判断材料になるのが煙突と音です。汽笛の音が聞こえたら予兆スタート。今、音と同時に煙突から2発発射されましたよね。この場合は33の後回りです。別パターンとして、煙突から3発発射されることがあります。この時は、ランダム3人に範囲攻撃なので、3回してください。説明のため、外側の列車を映していますが、内側の列車の位置を見失うので、基本的には音で判断するのが良いかと思います。あとは、これを繰り返してコンテンツゲージが溜まりきる前に中央のエーテルスフィアを削り切りましょう。ちなみにこのフィールドは、外周まで行っても外周種はありません。内側の列車から来る攻撃は、列車本体から少し離れた位置を基準に扇ハンディが派生しています。なので、タンクは3回の時に中途半端に止まらず、動けなくなるところまで外周に行くのがおすすめです。
果てしなき暴走。尾行技です。しっかり軽減をしましょう。後半戦、2分バーストのタイミングです。ボスから手が生えて、栄唱なしの全体攻撃が来ます。結構痛いので軽減をしましょう。サンダーバースト。タンク2人に強攻撃が来ます。リレールパウンド。塔の連続頭割りです。しっかり軽減を入れましょう。塔の直後は、後方のワープに乗るがセットです。覚えておいてください。頭割りを受けている時に、ワープに素早く移動する意識をしておきましょう。フラッシュサンダー。ボスが手をパチンと鳴らしたら足元にハンディが設置されます。すぐに移動しましょう。この後も何回か来るので、この音は覚えておきましょう。ヘッドオンイルミネーション。フィールドに上段または下段のハンディが連続できます。ボスの口からフィールドに青い電気が流れていたら下段ハンディ。ボスの頭上がオレンジに光っていたら上段ハンディが来る予兆です。フィールドギミックを利用し、上と下を行き来しましょう。魔法陣展開。この映像を見たら、先に上へ上がりましょう。中央のひし形を円魚長が移動します。止まった角から大円ハンディ。ボスの手が合わさった瞬間が発動タイミングです。同時にタンクとヒラ1人に頭割りが来るのでアンチで44頭割りをします。近接4人、遠隔4人で分かれましょう。近接は、後ろがアンチでも上段に残ると楽です。これを3回繰り返します。前アンチ、後ろアンチ、さらに左か右側アンチパターンもあります。初期位置として近接右側、遠隔左側の上に待機して魔法陣をよく見ましょう。ヘッドオンイルミネーション。続けて上段下段ハンディが連続で来ます。ボスを見て、口が先なら上へ移動、頭が先なら下にいましょう。フラッシュサンダー。次は設置型ハンディが来ます。基本上下段ハンディが終わった位置から変に動かずハンディを捨てましょう。サンダーバースト。タンク2人に強攻撃です。リレールパウンド、リレール。塔の連続頭割りです。しっかり軽減しましょう。ここも、後方ワープ移動がセットなので、頭割りが終わったらすぐに後方ワープに乗りましょう。ここは一回上を経由しないといけないので急いでください。今度の車両はブロックでほとんど埋まっています。サイコキネシス。何個か取り除かれ、2人にマーカーがつきます。左右の端で円ハンディを受けましょう。その後すぐ設置型のハンディが来るので、端っこでハンディを捨てて中央をアンチにしましょう。サイコキネシス。次は3人にマーカーがつきます。左右と南で3回しましょう。今回は設置型のハンディは来ません。代わりに次の攻撃が来ます。サンダーバースト。タンク2人に強攻撃です。次は5人にマーカーがつきます。基本的に被らないように外側に3回します。これも外側に設置型のハンディを捨ててから中央に駆け込む処理をします。リレールパウンド、リレール。塔の連続頭割り。しっかり軽減しましょう。塔の後は後方ワープがセットなので、頭割りが終わったらすぐに後方ワープに乗りましょう。この時、残っているブロックを見て、通れるルートで移動してください。ここが最後のフィールドです。オーバーブースト。ペア頭回りまたは3回の予告です。今回は弾が4つなのでペア頭回りです。追反機出撃。フィールド左右にタレットが出現します。光ってるタレットから側面ビームが来ます。障害物を利用してビームを回避します。ヘッドオンイルミネーション。側面ビームの後すぐに上段下段のハンディが連続できます。
側面ビームをやり過ごしてから移動してください。また側面ビームが来ます。サイコキネシス。右前のブロックが取り除かれます。4人に頭上マーカーがつきます。すぐに設置型ハンディが来ます。ここは少しばらけていると思うので、人が少なそうな場所へ。迷ったら中央アンチで OK。今回は青い魔法陣が出ているのでエクスプレス。側面ビームを避けた後、ノックバックを受け、安全な青色魔法陣のラインに行きましょう。そして結構前に予告されていたペア後回りが来ます。サンダーバースト。タンク2人に強攻撃が来ます。この後、すぐに倒してしまうので、他の動画を継ぎ足して時間切れまで見ます。オーバーブースト、ペア後回りまたは3回予告。魔法陣展開。中央のひし形を円魚鳥が移動し、止まった角から大円範囲。最終フィールドは左か右側アンチパターンが多い気がしますが、前アンチパターンも確認しました。これを2回繰り返したら、足元設置型のハンディが来るので回避します。ブーステッドエクスプレス、バキューム。今回はバキューム。障害物を利用し吸い込まれないようにします。そして予告されていたペア後回りまたは3回が来ます。ヘッドオンイルミネーション。上段下段攻撃が来ます。どちらが先に来るかボスを見て判断しましょう。サンダーバースト。タンク2人に強攻撃が来ます。フラッシュサンダー。足元設置型のハンディが来るので回避します。イレールパウンド。塔の連続後回りです。これが時間切れになります。最後にこの僕の重要ポイントを載せておきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。以上で今回の解説を終わります。もしこの動画がお役に立てたら、高評価とチャンネル登録していただけると、次回動画作成の励みになります。よろしくお願いします。